はい、どうも、こんにちは。今回はですね、カメラレンズについてお話をしていくんですけれども、商店工房様よりお声掛けいただきまして、6月11日に発売されたばかりのこちらのレンズ、セブンアーチザン 24mmF1.8 E マウントレンズを試させていただいております。もうこれ見てくださいよ、これ。質感めちゃくちゃ良くないですか？サードパーティー製のレンズって、筐体はね、樹脂製であることっていうのが結構多いかと思うんですけど、こちらはですね、しっかりと金属筐体になっていまして、かなり質感いいんですよね。で、簡単にスペックについてもお話ししていくとですね、焦点距離は 24mm で、開放 F 値は 1.8 とかなり明るくなっていまして、で、レンズ構成は11群14枚で、サイズはだいたいですね、88mm ぐらいとなっています。で、フィルター径がですね、62mm となっていますね。で、重量自体は 422g となっていまして、これしっかりとオートフォーカスに対応しているレンズとなっています。ソニーのね、純正レンズで、この 24mm の単焦点で、F1.4 の GM レンズが、F2.8 の G レンズがっていうかね、ラインナップになっていまして、F1.8 シリーズっていうのが出てなかったんですよね。自分は F1.8 のこの 35mm だったりとか、あと 85mm。このね、F1.8 シリーズすごく好きで使っているんですけれども、24mm にはなかったんですよね。なんでこの七甲章さん、セブンアーチザンさんがですね、24mm の F1.8 を出してくれているということで、おそらく空いてたところを狙ってリリースされたレンズになっているのかなと思っています。で、価格自体もですね、約 5.5 万円ほどとなっていまして、純正レンズに比べてかなりね、安価に購入できますので、24mm の単焦点が欲しい方はね、新たな選択肢としてね、とても面白いレンズになっているかなと思います。で、本体にはですね、絞りリングっていうのがありまして、ここはね、クリック感のないスムーズな動きになっています。で、開放 1.8 から F16 まで絞ることができますね。で、ソニーの純正レンズのようなファンクションボタンもね、ちゃんとありまして、オートフォーカス、マニュアルフォーカスのね、この切り替えスイッチっていうのもあったりします。で、ファンクションボタンはね、押し心地がちょっと純正レンズとは異なって、ちょっとね、サイズが小さめで、押し心地もね、ポチッと押す感覚、というかクリック感がね、ある感じになっています。純正の方のこっちのボタンよりも若干ね、出っ張りがあって、ちょっとちっちゃくなってる感じですね。またですね、このオートフォーカス、マニュアルフォーカスの切り替えスイッチっていうのが、このカメラ上から見たときに、ここ、斜めにね、配置されているので、撮影するときに、こうやって覗き込まなくても、ここでね、見えちゃうっていうね。ちょうどこの親指が引っかかるところにこれがあるんで、見えやすい位置にね、配置してくれてるんですよね。あと操作もしやすい。これかなり細かい部分なんですけど、この配置ね、個人的にはめちゃくちゃいいなと思いました。純正レンズになるとですね、このファンクションボタンがさらに下にあるんですよ。なので、上から見たときに見えなくって、今どっちだっけみたいなのをね、一回覗き込まなきゃいけないんですよ。それがね、なくていいっていう。上に配置してくれてるっていうのがね、すごくいいなと思いましたね。で、サイズ感もかなりコンパクトで、α7C2 につけてもこんな感じでバランスよく装着することができますね。FX3 につけるとこんな感じになりますね。レンズ自体のね、質感がすごくいいので、全体的に引き締まって濃い佇まいになってるかなと思いますね。で、付属品がですね、レンズキャップと、あと、この花形のね、フードっていうのがついてきてますね。そしてですね、ファームウェアアップデート用の USB-C っていうのもありまして、で、ここにポートが準備されていますので、ここに USB-C で PC と接続をして、ファームウェアアップデートっていうのができるようになっていますね。はい。はい。では、ここからはですね、気になる写りだったりとか、使い勝手の部分についてもね、お話をさせていただければと思います。まず、写りについてなんですけれども、個人的にはかなり良いなと思いました。開放 F1.8 ではですね、がっつり背景ボケしてくれてますし、少し絞って F4 あたりではですね、この写真にある通り、葉脈の様子とかもね、くっきり映ってくれていました。で、逆光とかのね、撮影もさせてもらったんですけど、結構体勢もしっかりしていて、日中での撮影っていうのは問題なくね、撮影することができましたし。あと、ボケについてはね、こんな感じになってくれまして、玉ボケっていうのはね、こんな感じで映っておりました。綺麗にね、映ってくれてますよね。で、この 24mm ってね、標準ズームの
広角域で使われることが多い焦点距離かと思っていまして、で今まであんまりね、この単焦点ではね、24mm って実は自分はあんま使ってこなかったんですけど、いざ使ってみるとですね、思ってた以上に使いやすくって、なんか馴染みのある価格だなと思って使っていたんですけど、これよくよく考えると iPhone の広角レンズと同じ価格だったんですよね。なので、その使い慣れた焦点距離で、この開放 1.8 の明るい映像っていうのが撮れて、かなり使っててね、楽しいレンズだなと思いましたね。またね、このレンズに関してはオートフォーカスに対応していまして、フォーカススピードもね、申し分ない性能で結構ね、速いなと感じました。純正レンズとね、比較したかったんですが、24mm は単焦点持ってなかったので、20mm の F1.8 の G レンズで試してみました。比べてみてもですね、結構速いなと思っています。はい。で、ブリージングもですね、比較的少なくてですね、その辺の使い勝手っていうところも良いかなと思っています。そして最短撮影距離につきましては 0.32 メートルということで、そこまでね、寄れるレンズっていうわけではないんですけれども、これも必要十分かなとは思いますね。正直、この質感とこのスペックで約5万円台で購入できちゃうっていうのはね、かなりコスパのいいレンズになっているのかなと思っています。F1.4 の GM レンズとなると20万円近くになりますので、なかなかやっぱね、ポンとは出せないですよね。もちろんその分ね、写りの性能だったりとか、純正レンズならではの手ブレ補正の相性なんかもね、良い面ではいっぱいあるんですけれども、単純にこういったね、サードパーティー製のレンズで、安価でね、スペックの良いレンズっていうのが選択肢に出てくれたっていうのは素直にね、嬉しい話かなと思っております。はい。で、このレンズがですね、もちろんいいところだけではなくってですね、気になった部分もね、ちゃんとご紹介したいなと思います。はい。それがですね、オートフォーカスの駆動音ですね。これに関してはちょっとね、お世辞にも静音とは言えない、ジジというね、存在感ある音がします。こういった外部マイク、ピンマイクとかですね。そういったところを使えば、全然気にならないとは思うんですけれども、カメラ内蔵のマイクで動画を撮影した場合、この駆動音をね、やっぱ拾っちゃいましたので、動画用途で購入検討されている方はね、その辺が要注意になるかなとは思います。はい。ということでね、いかがでしたでしょうか。今回はですね、基地交渉セブンアーチザン 24mm F1.8 E マウントレンズをご紹介させていただきました。個人的にはこの金属筐体やオートフォーカスやマニュアルフォーカススイッチの位置など結構気に入っていまして、写りも良かったので、今後もね、使っていきたいなと思っています。自分は基本ですね、動画撮影はこういった外部マイクとかを使用していますので、動画での使用もね、ちょくちょく使っていければなとは思っているんですけれども、どうだろうな。どっちかっていうと、動画用途で買われる方というよりかは、写真用途でね、使われる方の方が合っているレンズなのかなとはちょっと思いましたね。なんで24mm 欲しいけど GM まではちょっとという方にはですね、選択肢のね、一つとしてこれ入れていただければいいんじゃないかなとは思いますので、ぜひ一度ね、チェックしてみてください。こちらのチャンネルではですね、こういった撮影機材のお話でしたりとか、あとデスク周りのガジェット等々のお話をしているチャンネルでございます。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。コメントなんかもいただけますとすごくモチベーションになりますので、ぜひぜひお願いいたします。というところで今日のところはこの辺で、また次回のところでお会いしましょう。バイバイ。